こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日はいろんな渡辺君の質問を聞いてお答えしたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。稲垣さんが一番最初にお店やり始めた時のメニューっていうのは、もう今より全然少なかったってことですか？いや、あんまり変わらへん。最初からあんなに、せいで最初からあんだけ下でみんなにはその滋賀県で修行しとった時の、社長にはもっと量減らせって言われたけど、いや減らすとそのバラ1枚とか何々1枚僕が最初行動とかスペックやったから、そういうのに今度回すのにそれを使っていくとこれが余ってくる。僕肉屋さんをしとったっていう点もあったから、その肉のそのあれはそのままで今と同じ量。サイドメニューはあんなにあらへんだ。石焼きとかあんなのはあったけどさ、冷麺しかないと。じゃあお客さんにこの要望がもうしょっちゅう言われよった。そうなんですね。食べ終わってからラーメン食いたいでこの辺どこあるかとかそういうのが始まりで、そのラーメンをやりだした時に最初やりだしたのはチゲラーメン、でチゲラーメンの中でこれで卵があった方がええのにとか、で逆に卵はアレルギーの人もおるやんか、そうするとさ、それをなんていうの、アルバイトの子たちにそういうのを聞いてこう聞きなさいっていうのもやっぱコロコロ変わるやんか、それがストレスになってきたもんで、卵をつけやん普通のチゲラーメンにしてあった。で卵を乗せてあったとしたら今度は卵抜いてとか、またスタッフがその時にオーダー聞いて言われるやんか。で作る側としてはその時は「はい」ってなっとるけど、聞いとるけど「乗せてしもうた」ってなる場合もあるやん。作り直しやんか。それでもう最初からそういうのはやめていってんけど、タブレットオーダーにしてから今度はお客さんが「いりますかいりませんか」ってなってる。そうするともともと卵を乗せたチゲラーメンを作っていくと、そのいやらしい話になるかもわからないけど、やっぱり卵ともいくらって値段つけてからないやんか。じゃあ今度なしやったら別にそのままの値段でもいいやんか。で今のベースで言うたらその前のままの値段やんか。で今度卵をつけるんであればいくらですよって、それはもうお客さん次第やんか。それでタブレットオーダーにしたと。で量で言うたらそういうことが全部できてきたからメニューをうわっと増えたと。一人でやっていこうとするんであれば、僕はそのメニューは少ない方のが、ロスは減ると思うんですよ。で仕入れも減るし、でカルビロースだけしかなかったとしたら、もうその2つの選択しかないから、それだけを用意しときゃいいやろ。であともう一つはそれがなるとお客さんは必ずこれもあったらいいのにあれもあったりで聞く。僕も最初やった時にそれをよう言われよった。で僕のそのやるやらんは例えだよね、10人おって6人の人が同じこと言うたらやろうと。それが半分6人5人4人が言う人やったらもうやめとこうと。せやけどそれが6人の人が同じことを言うんやったらやろうやけど、自分の中で妄想を作っていって、これが俺がもし厨房の中が俺1人やったらできやん、でも2人やったらできる、でもその2人の子がアルバイトの子やで、長いこと働いてくれとる子やったらできると思うけど、その子が卒業やったり就職やったりいろんなした時に辞めた時にまた俺に負担がかかるでほんでその子を育てるのもやっぱり毎日ガーッと忙しい日やったら覚えていくと思うけど、その商品をせん時もあるから、最低でもやっぱり3ヶ月間ぐらいは教えやなあかんやんか。そうですね。で教えたけど忘れる場合もあるやんか。そうするとああいうメニューで聞いてストレスをなくすようにしていった方のが量がいっぺんに来てもええかなと。で今は豚肉をもうなくしたよな。トントロの塩だけやし、で鶏もいろいろやったけど、どっちかっていうと今はせせりの方がよう出るやんな。せせりだけでもええしと僕は思う。とりあえず鶏ももがなぜあるかってコースとかいろんなものにもあるでさ、せいでちょこっとやっとるっちゅうだけで、でどっちかっていうと肉売りたいで、肉を食べてほしいから。
でもう断り出したらもうキリがない、そうするとデザートも断ってからね、もうてんてこばいで人がおらん時はさ汚い盛り付けはあんまりしたくなるやんか、それであんまりこだわらん方が僕はええかなと思う。それとあとはこの並べるのでもその見せるところのお肉場所ってあると思う、もちろん、悪いのを隠せじゃなくて、こう切った面のこの角をこっちにこう見せなさいとかさ、でそれがこっちはこう平らになっとるけど反対側はちょっと丸くなっとるとこが丸いやつ角ってなっとる丸いやつとこぎだらなるやんか。どうせならこう揃っとる方がええやんか。それとあともう一つは皿の真ん中に置いてほしいって言うけど治らんやつがおるやろ。創作的なのも入れようかなとは思ってますね。設定がやっぱり席数によって違うでさ、それでうちのやったら3人4人の盛り合わせのセットを作ったりとかもしとるけど、カウンターでもしされるんであったら2人をメインのターゲットにしていた方がいいから、それでうちらとしてはそのやり方っていうのは勉強になるけど、いざ今度その席数や座れる場所やでやっぱりうちと同じメニューっていうのはやっぱり違うかなと思う。できる限りは単品もんで売っていく、大変ねんけど、そういうやり方の方がいいかなと思う。であとは最初に、お客さんがパッと頼んだ時のねその2人前の盛り合わせちょこちょこっとしたもんをパッと出していけるような。そしてあと一番最初によう持ってくるのはキムチとかキムチの盛り合わせ持ってくるやんか。そうですね。で中にはそういう凝った皿で盛り合わせしてあるとこあるからあれはちょっとスッと出せへんから、もう僕はああいうのは普通にきれいに持ってあったら僕はそれでええかなと思うね。何しろ腹すかしてくるんやから、焼肉屋さんで特にお腹空いてくるやつやから、ほんで匂いもするしさ、そうですね、イラついて怒った顔で来る人多いから何しろうちは商品出てくるのは早いやん、絶対早いと思う。どこよりも僕はもうずっとそれを意識しておるから、それが腹8分までな、とか最初にちょっと腹膨れるぐらいまでは急いで何が何でも出すし、それで怒ることが多いかな僕は。である程度こうテーブルにお肉がパラパラって残りだしたら急がんでいいしさ、逆に早持っていくとそんに早持ってくんなって言われるかもわからないし。確かに置く場所もなくなる時ありますもんね。でもうちはテーブル広いでな、まだ、置くとこは。せやけどカウンターでやっていくと見れるでやな、全体が。でうちみたいにそんなに、困らんかなと思う。でもメニューはやっぱりその使う肉によってのメニュー作りもしていかなあかんし、値段もそうやし、何しろロスを減らすやり方が一番ええかなと。あとはそのやり方っていうのはその地方によって違うでさ、ここではそれが良かったけど帰ってきたらいや全然でえへんって、僕もあった。それはある絶対ある。それとあと変わった商品っていうのはせん方がええと思う。万人受けするちか、その聞いて想像がつくラーメンの方がええと思うんですよ。それで言うたら牛骨何々なんたらなんたらなんたらしたらイメージがつかんでビヤンのとちゃう。それもお肉屋さんはあるんちゃうかなと、焼肉屋さんは。だからタンとハラミっていうのはもうすぐ想像がつくやろ。で今前小田井さんが言うとったな、カルビーって言うとうわそのカルビーとかサーロインとかでも真っ白なやつっていうのがもうみんな頭の中で、カルビーっていうともうそういうイメージがつくから、それでそう選ばれやん理由があるから、それを変えていった方がいいと思う。そういうメニュー作り、であとはそのメニューだけじゃなくて店作りも僕はそうやと思う。今こうやってしていろんなとこ行って写真撮ったり、そういうお肉の卸売りどこ行ってそういう写真があったとしたら、そういうのをお店のところにちょこっとこう見せるようにしていくと、真実味も出てくるし、僕はそういうのええかなと思うし。で見ていくとああいうポスターあるやん、ああいうの貼っていくと僕はええかなと思う。いつも話してるのがオーダーですよね。オーダーのミスを減らそうっていうのが今タブレットだもんで、ない場合は言った言わんだっていうのも出てくるだろうし、注文したメニューの
間違いとかもあるのかなと思いながら。ある。それで1個2個とお客さんが言うとる言葉と頭は違うでな。でももううちも今考えとんねんけど、今携帯にも変えようかなと。QR コードで昔の携帯の時は見にくかったからちょっとこの携帯はなと思ったけど、今もうすごいで、めっちゃすごいね。テイクアウトメニューが今度そうなるけど、もう動画も全部出るからちょっとしたな、それでだいぶと見やすくなっとるし、あれもいろいろやり方はあると思うんやけどさ。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売とお肉の加工でしたり仕入れなどをアドバイスなどをさせていただいてます。一番僕が思うのはやりだしてからが壁にぶつかると思うんですよ。でその時に僕にいろんなこと聞いてくれるのでもいいですし、その時になってうちでちょっと教えてくれとかね、そういうのが出てくると思うんですよ。レバーがいくらになって、タンとハラミいくらになって、大腸小腸千枚っていうその値段の評価の仕方も全部教えることが僕はできますので、そういったことなどを学びたい方は LINE の公式アカウントの方でお友達追加の方お願いします。ご家庭向けのネット通販も始めました。そしてふるさと納税の方も始めておりますので、こちらの方もよろしくお願いします。こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日はいろんな、お悩み相談なんて言ったらいいね。いろいろ質問しんというかですね。なんでもね。今日はいろんな渡辺君の質問を聞いてお答えしたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。